SWIFT に乗って分かった小さな長所短所後編です。今回の後編では前編では収まりきらなかったシーンを上げていきますので、どうぞよろしくお願いします。まずは最初にエンジンの音を収録したシーンを3つ上げます。ここでの感想は今後マツダ2との比較をしながら取り上げたいと思っていますので、ちょっと待ってください。どうもヒラリーです。では今日の車の紹介。動画の SWIFT は ZCE-DS 型 SWIFT ハイブリッド MX 2025年価格で192万円です。端的に魅力を挙げますと、ハンドリングと内装かな。ハンドリングの正確性はクラスを超えていて、内装ではインパネ造形が素敵でした。それでは良いも悪いもミックスしての8から9箇所、順不動で始めていきます。そうしましたら、小さな長所短所後編2つ目、ラゲッジスペースのあれこれです。じゃあ続きまして、ラゲッジスペースです。SWIFT ね、ちょっと他のコンパクトカーと比べても、ラゲッジはそんなに期待しない方がいいかなっていうところです。そうね、奥行き少し短めの55、6センチですし、荷物もね、どっちかというと縦に積んでいくような形になると思います。で、あとね、ここ開口部高くて深いんですね。これがいいところもありますし、重いものなんかの時はね、ない方がいいぐらいの感じになっていきます。でね、ここを見てください。ちょっと、外から引いてもらって、ここね、ここよく開口部の高さなんて言いますけれども、いろいろね、SWIFTも工夫されてるみたいで、仙台から見るとここ1センチ低くなったそうです。で、あとはね、ここちょっと今度開けてみましょうか。このラゲッジのフロア。これがすごく柔らかいんですね。もうすごく軽い素材。SWIFTね、ほんと軽くて軽量が有名な車ですけれども、こんなところまでね、軽量化されているっていったところですかね。で、これが軽くてもペカペカだから不安定っていうことは全然なくて、しっかりこの発泡スチロールの上にこれがぴっちり乗りますので、全然安心してね、物を置けるぐらいいいです。こんな感じです。このあたりは重視するんだったら他にいい車あるよねということで次行きます。SWIFT の小さな長所短所後編3つ目、メーター機能と独特の操作設定について、同時に反射がしっかり抑えられたメータースクリーン、続けていきます。じゃあ続きましては、メーター内液晶部の豊富な機能。もうスズキではね、おなじみの部分ですよね。プラスアルファであります。まずね、ちょっと切り替え見てください。切り替えはステアリングスイッチのこの部分で行います。いろいろね、画面切り替わっていきます。で、設定とかに使ういろいろなのがね、これと、その向こうにもね、同じようなちょっとボールペンみたいに飛び出てる棒がある。これで行います。こっち側がオートトリップの切り替えです。で、こっち側が各種設定で使う右左と、あと決定みたいな感じになっています。で、ちょっとね、中央を見てください。この車、ハイブリッド、マイルドハイブリッドということなんですけれども、フルハイブリッドみたいなね、表示がここに出てきます。エネルギーモニターですね。で、純正のディスプレイオーディオをつけていると、センター部にもね、出てくるとのことです。ちょっと切り替えてみてみますね。そうね、時計、これモーションセンサーですね。車が中央でどっちに挙動、横 G とか縦 G がかかってるかっていうのがね、前後 G か出てきます。あとトルクとパワーカーブみたいな、これ、今、停止中でもアクセル踏めば動きますね。結構ね、大きく動いてくれて、運転中これ面白かったです。ほんとね、1500回転もいかないところでね、こんな感じです。あと、それから、これが、いつものアクセルブレーキ回動メーター。この辺がね、面白いところです。
すいません、一つね、大事なことを忘れていました。このスイフトは、このメーターのスクリーンがね、すごくいいんですよね。この表面の、ここの、透明なカバー、メーターフードとか、メーターフードこれか、メーターのスクリーン、透明なカバーがね、すごく艶を消してくれています。あと、このね、形、ちょっと独創的なというか、個性的な、もしくは欧州車みたいな形がしたメーターフード。遮光フードですけれども、これの作りが良くてね、ここの反射とか、映り込みがね、すごく少ないです。で、ね、メーター、両側アナログメーターです。で、右側はフラット感がすごく強い感じ。で、左側は、メッキリングがね、フローティング浮いてるようにも見えるようなね、形です。で、結構ね、これ、エンジンのオンオフでかっこよく映りますので、ちょっとオンオフしていますね。切ります。いいよ、大丈夫。じゃあ、つけますね。せっかくね、雰囲気、音が鳴って、フロローンと立ち上がってね、気分爽快だと思ったらカードを入れてくださいの ETC の声はね、ちょっとこっちは嫌ですよね。という感じなんですけれども、なかなかね、綺麗なメーターです。やっぱり、ご出発の前にガソリン残量をご確認ください。このね、メータースクリーンの美しさ効いてますよね。はい、以上です。続きの車ですと、この反射や映り込みが気になる車というのがあって、自分たちもそれを取り上げてきました。で、スイフトのこれは、それらと比較してもしなくても、というか、何と比較してもしっかり見やすく、ちらつかないように作られていました。続きましては、ドライビングポジションについて。このスイフトも、今までのスイフトらしさというか、そうしたドラポジになりました。自分は足からポジションを決めて、で、ペダルの操作しやすさを最優先に決めていきます。で、その後に背もたれの角度調整をするわけですが、そうした時にね、下半身はちょっとアップライト気味。で、上半身は少し寝ているなぐらいの感覚になります。で、特に今回のスイフトがね、そう感じた理由の一つが、テレスコピック、そのハンドルの前後、これの作動量がしっかり確保されているなと思った点です。ハンドルは手前すぎるぐらいに出てきます。必要でしたら、問答無用で引くのではなくてね、ある程度というか少しハンドルを押し込んで、体との隙間をきちんと取る。それぐらいアジャストできる余裕があります。そうしましたら、スイフトの小さな長所短所6個目。取り上げたくなる前後シートのカップホルダーについて。続きましては、カップホルダーの話題です。車乗ればね、絶対ジュースは乗りますから、ドリンク必需品ですよね。なので、ちょっとね、カップホルダーの話、結構ね、スイフト話題豊富です。まず、このセンタークラスターというのかな、センターコンソールの前方って言った方が分かりやすいかな。ここのカップホルダーは横並びです。で、結構ね、隙間があって、ここね、カップ、これセブンイレブンの L サイズのコーヒーなんですけれども、これね、さっき2個並べてみて、被りませんでした。ちょうどね、これ2つ置ける。ここね、幅があっていいですよね。単純に横並びなだけではなくて、蓋同士が被ってしまわなくて、2つ置けるというところでね、すごいギリギリなので狙って作られてるんじゃないかなと思います。で、ここのカップホルダーすごくいいんですけれども、ここのね、運転席の右側の、本当は運転中一番使いたいというかね、ここにあったら便利だなというところはね、ちょっとないです。スタートボタンがね、右側に来てて、すごくわかりやすくていい位置にあるので、一長一短なんですけれども、そうね、ここはとりあえずドリンクホルダーはない形です。で、あとね、ドアポケットのカップホルダー。これ前後ね、ちょっといろいろあるので、見ていきます。まずね、フロントのところ。フロントのカップホルダーね、前傾していて、運転中ね、取りやすいです。すごいね、安定しておける。これいいですね。重みが前にかかることで、カチャカチャ行きにくいというのもありますし、スッと抜ける。座った状態でスッと抜けるのがいいです。で、ちょっとね、リアドアも見てみますね。はい、リアドア。もう今ね、1本入っていますけれども、これわかるかな？ぴったしサイズなんですよね。もう本当にぴったり。微妙に太めの、何 cc だ？600ぐらいあるのかな？
ごめんなさい。ちょっとパッとは見えないくらいのペットボトルでちょうどいい感じ。もうほんとぴったしね。気持ちいいぐらいにぴったしですね。で、このリアドアはちょっと抜くの引っかかるんで、ちょっとあれですけれども、普通のペットボトル入れてみます。こんな感じですね。ドアトリム、下部がそんなに余裕がない中で、ペットボトル取りやすくとかね、いろいろ考えられてるのかな。こういった形状で、スポットぴったしな感じです。あんまり太いのは入んないかなっていったところですけれども、リアシートでカップドリンクを持ち込む場合、中央に1個カップを置けます。次はシフトセレクターの操作感と目的のポジションに入れるのが神経使ったという話。めちゃくちゃ軽くてね、ちょっと来すぎちゃうことがありましたね。例えば軽くて節度感弱くて、パーキングからリバースドライブと動かしていくとき、その R ね、リバースの位置を行き過ぎるということが何度かありました。まずバックに入れます。リバースです。バックします。R にしたつもりが N まで行っちゃうと、そうすると D に動かしたつもりがその下の B まで行っちゃう。可能でしたら R と N の間は、もっと節度感が欲しいです。で、もう一つ。これちょっとなんか神経使うよねって考えていたときに、もしかしたらと思った点。R に入れてからワンテンポ置いてポンって鳴り出すんですね。R に入れてからワンテンポ置いてチャイムが鳴り始める気がします。本当なんかね、普段気にしてないので気がしただけというか、これが普通なのか、SWIFT だからというのはね、すいません、ちょっとそこはね、わからないです。このあたり、今後気にしてきますので、今後の宿題にさせてください。さあ、次です。お次はナビディスプレイオーディオ。つけないということはないんでしょうけれども、メーカー純正品つけるんだったら、上級グレードのハイブリッド MZ、この MZ の方が選びやすそうと感じた点です。でね、ディスプレイオーディオのオプションをつけないと、ここほんと黒いね、蓋になってるということで、ちょっとね、ホームページとか見ても分かりにくいんですけれども、ここね、フローティングタイプのナビが入りそうで、でも蓋になってるというね、形になります。で、ちょっと調べてみました。最上級のハイブリッド MZ。この車がですね、お値段217万円です。で、そのグレードになりますと、ディスプレイオーディオがついてきてね、ちょっとナビだけとか360度モニターをつければいいみたいな形になります。ちなみに車のお値段で言いますと、中間の MX が192万円、ディスプレイオーディオなしです。で、MZ217 万円がディスプレイオーディオ付き。で、これにディスプレイオーディオとナビその他ね、セットオプションつけますと、25万8000円になるそうなんですね。そうしますと、もともとあった差額が結構埋まりまして、10万円ぐらいの差額になってくるそうです。で、その10万円で、アダプティブハイビームとロービームが2段階切り替えではなくて、それ以上にいろいろね、調整してくれる明るいハイビーム。それから、電動パーキングとブレーキホールドもついてきて、で差額が10万円か10万円ちょっとぐらいの感じになってきますから、なかなか悩ましいですよね。結構このスイフトが一番ベーシックな XG ですと、ほんと装備最小限。でもお値段173万円して、で、中間の MX が、そこまで装備が良くないというかね。ディスプレイオーディオをつけると、MZ と10万円か12、3万円の差になってくる。こうなってくるとね、なんだかんだで一番上の MZ を選んだ方がいいなと、うまく作られていますよね。といった次第です。続きまして、ボディ見切りと車両間隔の取りやすさについて、歴代スイフトでずっと良かった走りやすさ。今回はどうだったかと印象を述べます。大雑把に言うと、長所2つに短所が1つ。まず長所はいつも通りのスイフトらしさ。A ピラーが立っていて、ドライバーに近くて、コーナーで邪魔になりません。右コーナーとか特にね、よほど深いコーナーでだけ、
サイドウィンドウから遠くを見るという形になります。遠くをね、とにかく遠くを見ることがうまく走らせるコツですから、映ってるようなシーンとかね、サイドウィンドウからもほとんど真横を見るような感じで曲がっていきます。めちゃくちゃ走りやすいね。そして長所もう一つ。ハンドル操作に対する反応が正確なので、予想した通りにコーナーに入っていける。何も飛ばしている時だけじゃないです。本当、交差点でもどこでも左側の感覚が気になる場面。そういったところでこれが効いてきます。回す速度や回し始める位置。これがね、本当予想通り。視界の良さだけが見切りじゃないよねっていうのを改めて教えてくれます。そうしましたら短所の部分。ナビ周りのパネルが存在感強すぎ。自分にとっては存在感強すぎました。あれね、前の方は覗き込むと左前のボンネット見えるんですね。でもそういう問題じゃないです。このナビパネルがドライバーに近くて圧迫感強いし、装飾として広がる、大きなこのパネルがね、ピカピカで立派すぎます。設計としては、反射と圧迫感からベストな位置。反射避けたければ手前側に持ってくるでしょうし、そうでなければ圧迫感下げるんだったら奥側に持っていくといったところで、ベストな位置にデザインしたんでしょうけれども、これを避けてね、上から覗き込むように運転してみると、いかにこのナビパネルの主張が強いかというのがね、わかりました。ナビ見ながらのロングドライブには最適でしょうし、そうではなかったらといった感想になります。では次、静粛性につながるドアの閉め心地について。じゃあ続きましての話題は、ドアの密閉感が高いというか、閉まるのはね、ちょっと力がいるといった感じのところでいきます。今ね、ちょっと開けて閉めてみますね。結構自分としては強めに閉めてるつもりですけれども、これで閉まった。なかなかね、閉まんないんですよね。閉まったつもりでも閉まってなかったり。結構ね、勢いよくやっています。で、乗ってね、閉まってないかどうかメーターに出ますけれども、閉まりにくいなと思ったらね、開ければいいです。これで窓を開けて圧力逃がしてあげれば、軽くね、気持ちよく閉めることができます。もっと軽くいくかな。これちょっと無理か。こんな感じですね。少し車内の空気を逃がすところ、もしくは、このゴムが強力なんですかね。最近そういう車は結構増えてきました。これで静粛性稼ぐみたいなね。実際の走行中は静かに感じやすいノイズ特性を感じました。ノイズの特性ね。そういう人ってベーシックなコンパクトカーとしては今回なかなかと思わせる静粛性というのを感じています。では簡単にまとめていきます。この動画作ってて思ったのは長所も短所も強いということです。コストと第一目標がはっきりしているというか、そうした特徴を感じます。いつもでしたら、いつもこの小さな長所短所という動画ですと、特徴を上げていくことを重視しています。その特徴が人によっては長所であって、また人によっては短所でもあるので、良し悪しというのはね、もうなるべく避けて、特徴としてあげるのを重視していますが、そういう人はね、結構自分がいいと思ってるか悪いと思ってるかが出ちゃったかなといった感じです。で、これがね、乗ってもハンドリングの正確性はもう1クラス上でしょと、出したら2クラス上でしょ、みたいな感じで、逆にめちゃくちゃ気になる部分もありました。こうした部分が他メーカーですと、クラス間には越えられない壁があって、それでまとまる。で、クラス分けがね、選びやすくもあって、でも時には選びにくくもなってるわけです。スズキというかスイフトというか、そうしたところがね、その遠慮を感じさせないのが魅力的。スイフトとかね、いつも言ってます。同じ感想です。で、乗っての良し悪しは別の動画で詳しく述べていきますので、またどうぞよろしくお願いします。あと、最後に、すみません、人助けだと思って、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。以上、間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。